賑やかな忘年会会場。ここは高級料亭で、周りの社員に運ばれてくる料理は、どれも高級そうで美味しそうだ。なのに、俺のもとへは一向に食事が運ばれてこない。もうずっと待っているのだけれども、料理はすでに何品も運ばれていて、単純に忘れているとも思えなかった。不思議に思っていると、課長が突然目の前にカップ麺を荒々しく置いてきた。これは一体。お前みたいな高卒でろくに仕事もできないやつなんか、カップ麺でも食ってりゃいいんだよ。酒で酔っているのか、真っ赤な顔をしていたので、何かの冗談かと思ったが、どうやら課長は本気のようだ。カップ麺を勧めてくるばかりが、高卒である俺に対しての暴言が続いている。酔いのせいか、いつにも増してひどく、聞くに耐えない言葉に会場が静まり返っていく。俺は反論もできずに、ただその暴言を受けていると、会場に一人の女性が入ってきた。女性は俺を見ると、にこやかな顔をして歩み寄ってきた。まあ、坊ちゃまではございませんか。はあ、坊ちゃまだと？ええ、こちらの坊ちゃまのご両親様には、大変お世話になっておりますのよ。いらしていたとは知らず、ご挨拶が遅れてしまい申し訳ありません。お上の一言に、課長は開いたままの口が閉じなくなってしまっている。俺を高卒で仕事ができないと見下していた課長はこの後、俺に関する重大な事実を知らされることになる。母さん、行ってきます。ええ、気をつけていってらっしゃい。母の明るい笑顔に見送られて家を出る。夏が終わり、秋を感じないまま迎えた冬。あっという間に寒くなって、吹く風の冷たさに肩をすぼめながら最寄り駅までの道を歩く。俺の名前は鈴木俊明。一ノ瀬リゾートに勤めている。勤続年数は5年と、まだまだ新人を卒業して間がない平社員だ。一ノ瀬リゾートとは、ホテルなどを運営している大手企業であり、そこに勤める社員は皆有名な大学を卒業しているエリート社員ばかりである。だが、俺はというと、高校を卒業しただけの男だ。大学への進学は目指していた。そのために受験勉強にも早い段階から取り組み始めていたけれど、事情があって進学は諦めてしまった。事情。それは家庭の問題だ。父親が病弱だったこともあり、入退院を繰り返していたり、家にいてもよく体調を崩していたため、働きに出ることができなかった。母はそんな父の看病をしながらも、俺を育ててくれて、大学も何とかするから、望む場所へ行きなさいと言ってくれていた。もちろん父も迷惑をかけていると申し訳なさそうにしていて、大学受験の背中を押してもくれた。だけど、俺は今まで苦労して育ててくれた両親にとても感謝しているし、できることならば恩返しや親孝行をしたいと望む気持ちの方が強かったのだ。だからこそ、大学進学を諦めて就職して、自分の力で稼いだ金で両親を助けたかった。俺は大手と言われる一ノ瀬リゾートに就職することを決めた。両親の助けになりたい。その一心で全力で就職試験に挑戦した。そして見事内定をもらえた俺は、一番に両親に報告して、その日は母が俺の好物をたくさん作ってくれた。父は仕事で必要になるだろうと、時計のプレゼントをくれたりして、盛大にお祝いをしてくれた。俺はこれから一ノ瀬リゾートで一生懸命働いていこう。そう決意していたのだが、現実はそう甘くはなかった。俺の周りには大卒のエリートばかりがいたために、高卒の俺はよくやり玉にあげられてしまっていた。理由の一つは高卒であることだが、さらには有名な高校ではなかったこともその理由となっていた。大学進学を目指していたとはいえ、実際には通うことができなかった俺は、
それだけでもう周りの大卒の社員から下に見られてしまうこととなってしまった。喉乾いたな。今日もそんな声が聞こえる。朝から会議の資料作りで大変だったし、誰かコーヒー用意してくれたりしないかな。誰かと言いながらも、その視線は俺に注がれている。俺は仕事の手を止めて、コーヒーを入れるために席を立つ。手早く用意して、湯気の立つカップを彼のデスクへと置くと、両目を細めて意地の悪そうな笑顔を浮かべながら見上げてきた。次からはさ、俺が言う前に用意してくれよ。無言の俺にさらに追い打ちをかけてくる。だって高卒なんだし、ここでの仕事は難しいだろ。鈴木はお茶組みしかできる仕事なさそうだから教えてやってんだよ。アドバイス。わかる？アドバイス。最後のアドバイスを強調して言い終えると、周りにいた社員たちの中で笑いが起こる。こうして俺は日々馬鹿にされる。けど両親を安心させたくて入った会社だ。それに自分で一ノ瀬リゾートで働きたいと努力もしてきた。簡単に辞めるわけにはいかないと歯を食いしばって耐えているのだ。ああ、そうだ鈴木。午後は来客あるから、応接室の掃除、念入りにな。自分のデスクへ戻ろうとした瞬間、山田課長に声をかけられる。ですが、掃除は清掃業者の方が入ってくれているのではないですか？一ノ瀬リゾートでは、会社が大きいために、清掃も社員で行うには行き届かず、清掃業者に依頼をしている。それなのになぜ俺に掃除を頼むのか。大事なお客様だ。出迎えをするのに、綺麗な場所でなければ失礼だろう。高卒はそんなこともわからないのか。いえ、そうではなく、清掃の方が掃除をしてくださっているのになぜ。何か問題がないか再確認しながら掃除をもう一度念入りにするんだよ。口答えしてないで早くやってこい。質問をしようとしたが、食い気味に言い返されてしまう。山田課長はこうしていつも雑用を押し付けてくる。承知しました。掃除してきます。まったく、これだから考察は気が利かない。これでは任せられる仕事は掃除くらいだな。課長、お茶組みもさせられますよ。お茶組みったって、カップにコーヒー入れるだけじゃん。中学生でもできるって。確かに。俺を馬鹿にして笑う声に悔しさを感じながら掃除へと向かう。こんなやりとりはもはや日常茶飯事だ。それから数ヶ月が経ち、俺は相変わらず周りの社員たちの態度に耐えながら仕事をしていたが、実は楽しみが一つある。それは忘年会だ。もちろん忘年会自体が楽しみなのではない。どうせ俺が参加しても課長や他の社員に馬鹿にされるのだろうから。では何が楽しみなのか。それはその忘年会が行われる場所が高級料亭の花水木だからだ。知らない人はいないというほど有名な料理店で、テレビで何度も特集も組まれている。料理も美味しくて、お店の人のサービスも行き届いているのだ。一度は行ってみたいと言わせるような料亭で、テレビのレポーターも食べた料理に舌鼓を打っていた。そんな高級料亭で行われる忘年会。さすが一ノ瀬リゾートだと心を躍らせながら楽しみにしていたのだ。普段は両親を支えたくて倹約していた俺は、この忘年会を励みに、日々の課長たちからの嫌がらせにも耐えながら仕事をしていた。そうして迎えた忘年会当日。忘年会会場となる花水木は、料理も美味しくて最高なのだが、外観や建物にもこだわっていて、料亭というのにふさわしい和の空間をしている。店の中に置いてある調度品も高そうだなぁと思うようなものばかりだ。
宴会場に通されて端の席に座る。しばらくして時間となり、挨拶や乾杯が終わり、料理が運ばれて初めて同時にお酒も出てきた。課長は食事そっちのけでお酒を飲み、あっという間に酔ってしまったようだ。周りにいる社員に絡んでいる。この店を予約できたのは、俺が幹事をしたからなんだぞ。全員感謝しろ。ほら、飲んで食え。課長、酔うの早すぎですよ。でも、ここの料理は本当に美味しいです。ありがとうございます。あちこちから楽しそうな笑い声が聞こえてくる。確かに、隣の人や周りを見回すと、みんなのもとには次々と料理が運ばれてくる。お刺身のお作りはとても豪華に飾られていて、新鮮そうだし、焼き物には高級そうな肉が乗せられていて、いい匂いがここまで漂ってくる。ただ、おかしいことに俺の席には何も運ばれてこない。周りを見回しても、やはり料理が来ていないのは俺だけだ。お、この刺身は身がプリプリで美味しい。こっちのお肉は口に入れたら溶けちゃうくらい柔らかい。会場でたった一人、料理が配膳されていない俺を気にかけるでもなく、社員の人たちは美味しそうな料理を食べて舌鼓を打っている。どんなに待っても食事が来ないことをいぶかしく思った俺は、ちょうどトイレに立っていた課長が戻ってきたタイミングで声をかけた。課長、すみません。俺の食事が来ていないのですが。ああ、ああ。課長は真っ赤に酔っ払った顔で間延びした声を出すと、ちょっと待ってろ。と席へと戻っていってしまった。おとなしく待っていると、手に何かを持って課長が戻ってくる。そして俺の席にカップ麺を一つ置いた。あまりのことに何が起こっているのかわからずに、言葉も出ないまま課長の方を見ると、課長は鼻で俺を笑い飛ばした。はん、お前はこれでも食っとけ。え？目の前に置かれたカップ麺を信じられない気持ちで見る。どこからどう見てもスーパーやコンビニで買える類のカップ麺だ。俺は課長の意図がわからずに困惑してしまう。その様子を見ていた課長は笑いながらカップ麺をついて見せた。急に参加人数が増えちまったんだよ。だから、お前の分の料理はそっちに回してもらってる。でも食事のしはかわいそうだから、俺が直々にスーパーで安売りされているやつを買ってきてやったよ。そんな、あんまりじゃないですか。いくら急に人数が増えたからって、俺に話もなしに勝手にこんなことをするなんて。しかも課長の口ぶりだと、おそらく一人増えたけれども、増えた分の料理をどうするかの相談は、店の人にはしていなそうだ。おそらく俺の配膳分を、その増えた社員のもとへ運んでもらっているのだろう。道理で、いくら待っても料理は来ないわけだ。それならそうと初めに言ってくだされば。高卒の使えないやつに食わせる料理なんかないんだよ。ぬくぬく参加しやがって。追い返さないだけありがたく思えよ。課長、それはあまりにもひどい言い方じゃないですか。うるさい。このカップ麺でも食って黙ってろ。さすがにショックだったこともあり、いつもは黙って引き下がる俺も、今日は反論してしまった。課長はそれが気に入らなかったのか、表情を険しくして声を荒げた。周りにいた社員たちの耳にも声が聞こえたのか、どことなく気まずそうに、楽しげに会話していた声を抑えている。俺はいつものように悔しさや腹立たしさを感じたが、忘年会の最中だ。みんなこの一年頑張って働いたねぎらいをしているし、せっかくの料理だってこのままではまずくなってしまう。そして何よりも会場として受け入れてくれた花水木に迷惑をかけてしまうことになる。課長は黙り込んでうつむいてしまった俺に、さらに追い打ちをかけるように怒鳴りつけてくる。
酔いが回っていることも手伝っているのか、いつもよりも暴言が激しい。だいたい、お前みたいな大学にも行けないようなやつに、この店の高級料理の味がわかるわけがないだろう。せいぜい、スーパーの安売りラーメン食ってりゃいいんだよ。黙れば黙っているほど激しくなる暴言に、俺はとうとう我慢の限界を迎えてしまった。握っていた拳はもう色が変わるほど強く握りしめている。これ以上何も言われたくない。そう思って立ち上がった瞬間、女性の声が聞こえてきた。声の主は、他の料理を運んできてくれている人たちとは違って、落ち着いた色合いの着物を着た中年の女性だった。女性は俺を見ると、驚いたように目を見開いてから、少し足早でそばまで歩み寄ってきた。これは、一ノ瀬の坊ちゃま。今宵はいらっしゃるとは知らずに、ご挨拶が遅れてしまいました。おかみさん、何を言っているんだ？課長は未だに真っ赤に酔った顔をしながら、中年女性、花水木の女将に話しかけている。こちら、一ノ瀬の坊ちゃまでございましょう。鈴木様もお人が悪い。いらっしゃるならいらっしゃると一声かけていただければよろしかったのに。さっきまでの険悪な場にそぐわないおかみさんの穏やかな話し方に、会場内は静まり返っている。その間数秒、いや、体感的にはもっと長く感じたのだけれど、途端、課長は大声で笑い出した。ははは、こいつが一ノ瀬の坊ちゃまだ？一ノ瀬って、うちの会社の社長の名前じゃねえか。課長は大口を開いて笑い続けている。おかみも冗談がうまい。そりゃあ社長は用事で欠席するとは言っていたけど、なんだ、こいつが社長の代わりでもやりますってか。はははは。酔っているせいか、いつもよりも無遠慮に俺を見下してくる課長に、会場内に静まり返っていた会場内の空気はどんどん悪くなっていってしまう。誰も何も言えなくなってしまっていると、おかみさんが静かに口を開いた。課長さん、失礼な物言いはそこまでにしてください。こちらにいらっしゃる方は、確かに一ノ瀬の坊ちゃまでございます。冗談とは思えないおかみの雰囲気に、会場がざわめき始める。俺はこれ以上黙っておけないと、浅く息をつくと、おかみへと向き直る。おかみさん、お久しぶりです。すると、おかみはさっきと同じ穏やかな空気をまとって頭を下げてくれた。なぜ知り合いなのか。それは、俺が昔家族でよくこの店を訪れていたからだ。この店に来ていた頃は俺も小さくて、料理を食べ終わった後は、個室とはいえはしゃぎ回って、おかみさんにも迷惑をかけていたに違いない。だけど記憶にあるおかみさんはいつでも優しく微笑んでいてくれた。本当ですね。立派に大きくなられて。そう。俺はおかみの言う通り、一ノ瀬リゾートの社長、一ノ瀬小次郎の子供だ。しかし、子供は一人ではなく三人。俺は二番目の次男となる。長男である兄は跡取りということもあり、父親から小さい頃から父についてあちこち回ったり、いろいろな教育を熱心に受けていた。そして、末の三番目の弟は、両親が年を取ってから生まれたということもあり、とても可愛がられていた。記憶だ。実は俺は、11歳の時に、子供に恵まれずに悩んでいた叔父夫婦のもとに養子に出されているのだ。子供心に、跡取りである兄は大事で、末の弟はとても可愛がられている。だから、2番目の何の取り柄もなく、可愛くない俺が養子に選ばれたんだろうとずっと思っていた。いらないから選ばれたんだ。だけど、叔父夫婦は子供が欲しかったこともあり、養子である俺にもとてもよくしてくれた。
たくさんの愛情をもらったし、この年まで健康であれるようにちゃんと面倒も見て育ててくれた。ただ、心にはずっと、実の両親に捨てられたのだ、という考えが根付いていた。自分が一ノ瀬の子供であることは隠しておきたくて、誰にも話したこともない。だからこそ、就職試験の際の面接でもこの話はしなかったし、職場でひどい扱いを受けても、自分の出生を明かそうとは思わなかった。俺が一ノ瀬リゾートを目指した目的は、兄を超えて父、一ノ瀬の社長に認められたいという思いがあったからなのだ。そうですわ。先日もお食事をしにお父様がお見えになりました際に、坊ちゃまを褒めておいででしたよ。え？今までの出来事を思い出していたせいで、逸れていた思考が、お上の言葉で現実に引き戻される。お上は変わらず、人当たりのいい柔らかな笑顔を向けてくれている。坊ちゃまのこと、あれは根性のある子だと、とても誇らしそうでした。そんなこと、信じられない気持ちでお上を見るけれど、どう見てもその場を取り繕うと嘘を言っている顔ではなくて、俺は反論しかけた言葉を飲み込んでしまった。その後はお上の計らいで、俺にもみんなと同じ料理を出してもらえたし、課長は酔いが少し冷めたのか、人前だということもあり、おとなしく自分の席で食事をとっていた。忘年会は散々だったけれども、花水木で出された料理はとても美味しかった。後日、俺は社長から呼び出された。先日の忘年会の件を咎められるのかと思い、覚悟をしていたのだが、内容は全く別のものだった。急に呼び出してすまなかったな。いえ、大丈夫です。実は、今度お前を専務に昇進させようと思ってな。専務？一体なぜ？突然の申し出に、俺は困惑してしまった。俺が会社でどんな扱いを受けているか知らないのだろうか。入社してからこの5年間、お前の働きは確かなものだった。確かなもの。いえ、ろくに仕事も回してもらえていなかったです。それでも腐ることなく会社に通い、自分のできることを探し実行していた。やはりお前は根性がある。予想外の言葉に驚きで固まってしまう。それは先日の忘年会で、お上が俺に教えてくれた社長の言葉だった。あの言葉は、お上が俺に気を使ったんじゃなくて、本当のことだったんだ。長男にもそろそろ私の後を継がせようと考えている。そして、長男自らお前を専務にと推薦してきた。私自身もできるならお前と二人力を合わせていってほしいと思っている。俺に話をする社長は、どこまで行っても穏やかな表情で、その代わりに、俺の方が心にもやもやしたものが溢れてきてしまった。今まで黙って話を聞いていたが、どうしても耐えられなくなって、俺は社長の話を遮ってしまった。お言葉ですが、社長は私をいらないと判断したから養子に出したんですよね。それなのに、今更専務だなんて。一体どういう魂胆ですか？首を覚悟で心の内をぶちまけると、社長は一瞬悲しそうな顔をして静かに口を開いた。いつか話せる機会が来ればとは思っていたのだが、遅すぎたようだな。どういう意味ですか？あの頃、お前の弟が病気がちだったのは覚えているかね？はい。よく熱を出したり倒れたりしていました。救急車で病院に運ばれたこともありました。よね。そうだ。私は仕事が忙しかったし、お前の母さんは末の息子の看病にかかりきりで、家のことすらままならなくなっていた。薄れていた記憶がだんだんと蘇ってくる。そういえば、末の弟はよく体調を崩していた。
当時の俺にはどんな病気だったのかは知らないが、学校にすらまともに通えていなかったかもしれない。お前の兄も大学受験を控えていて、塾や家庭教師で忙しく、また私の後を継ぐための準備もしていたから、家を空けることも多かった。最初は社長が突然何を話し出したのかわからなくて、黙って聞いていたけれど、なんとなく何を話したいのか分かってきたような気がする。俺は社長の話の続きを待った。その頃には、お前は家で過ごすことが多くなっていた。そんな時に、おじ夫婦から養子の話が出てな。母さんとはたくさん話をして悩んだ。けれど、いつも家で一人で過ごすお前を思うと不憫で、それよりも望まれる家で愛情を注がれて育った方が良いのではないかと、そう結論を出したんだ。それじゃあ、養子に出したのは俺のため？ためになると信じた。お前がたくさんの愛を注がれて、幸多く健やかに育つように、と。俺を見る社長の目はとても優しくて、俺はこの目を知っている。そう、この目は父や母が俺に向けてくれている目と同じだ。愛情と慈しみを持って、包み込むような温かさを持った目。はあ、俺は捨てられたわけじゃなかったんだ。俺がちゃんと幸せであれる方法を考えてくれていたのだ。俺はずっと捨てられたものだと決めつけて、感謝をすることもなく、話を聞くこともなく、勝手に自分が不幸なのだと思っていた。そんな自分がとても恥ずかしく思えて、社長を見ることもできずにいると、社長の方から声をかけてくれた。顔を上げてくれ。どうか、兄と一緒にこの会社を良くしていってもらえないだろうか。俺は言葉で答える代わりに、何度もうなずき返した。あれから数日、課長は今までの行いが明るみに出て、左遷されることとなった。俺はというと、社長の要望通り専務へと就任することとなった。就任任命後の挨拶で、俺は社員の人たちに、他人を肩書きで見ずに、その人の本質を見極める目を持ってほしい、ということを強く訴えた。この言葉に身に覚えのある社員たちは、決まり悪そうにしていたが、俺が決して咎めたいわけではなく、会社のことを考えて、真摯に訴えていることを感じてくれたのか、次第に耳を傾けてくれるようになっていった。それからは、一ノ瀬リゾートは様々な経歴の人が入社するようになったが、特にトラブルなくやっている。それどころか、個々が多様性を受け入れ、様々なアイデアが飛び交い活気にあふれているように感じている。余談だが、左遷された元課長は結局、左遷先でも俺にしていたことの話がなぜだか広まってしまい、肩身が狭い思いをしたのか、退職してしまった。末の弟も、兄や社長の話では元気に過ごしているようだ。今度みんなで食事会をすることになっていて、会うのを楽しみにしてくれていると兄から話を聞いた。そして、俺は専務として兄と力を合わせて、一ノ瀬リゾートをより良い会社へとするために働いている。採用面接担当にも任命されているのだが、ポリシーとして常に人を肩書きで見ず、実力とやる気を重視するようにしている。この心構えは忘れたことがない。これから何があっても、心に刻んでいこうと思っている。